ビビってるっていうのはもうここですよね、ハートここでビビっちゃってるね。本当はでもそれって良くないのよ、ね、ビビっちゃうとそれはもう原始感情、ね、恐怖とか恐れとか。こんにちは、駒込漢方専門健やか薬局薬剤師の木島と申します。今日のお話は子宮筋腫にビビるなっていうお話でございますね。精神論になりますね。こういう話好きでしょどういうことかっていうとね、逆に言うとみんなビビってんですよ子宮筋腫に。それがいかんって話でございますからね。多くの、お客様ご来店いただいたり、お電話でねご相談させていただいたり、おかげさまでさせていただいてはいるんですが、皆さんね、その方たちってほぼ例外なく良くなってない人たちなわけですよね。良くなった経験があんまりない、多くの場合ね、悪くなってるからね来るわけだから、やっぱりね、そうするとすごく皆さんちょっとビビっちゃってるんですよね。どうしていいか分かんない。もちろんね、それはビビるのはしょうがない。ビビるって言い方はちょっと若すぎるかな。お困りの恐れているね、そういう状態っていうのはあんまり多いんだけど、なんでそうなってるかっていうと、基本的にはご自身はあくまでも患者さんというか、その被害者というか、ね、病気にかかった状態の方であって弱者ですよね。でそういう方が病院行って指摘されて、こうですああですと。うちのお客様も大体多いんだけど、やっぱり40代後半ぐらいになってくるっていうところが多いんだけどね。そうすると基本的には子宮全部取っちゃいましょうね。ある程度の大きさだったりすると、そうするともうもうよっぽどひどくてね、なんかそうやってもう決断っていうんだったらすんなり納得できるけど、そんな話なのっていうようなところでびっくりされちゃうことが多いわけですよ。ちょっとそんな心の準備もできてないし、ね、やっぱりお腹にメス入れて子宮を取るっていうのはもうすごくショックなわけですよね。女性にとっては当たり前ですけど、じゃあどうしようって言っても、こうやってインターネット検索したり YouTube 見たりとかいろいろ話は出てるけど、やっておられたのいろいろやってるのかもしれないけど、それであんまりちょっと芳しくないし、そうするともうじゃあそれはもう病院の先生の言うことを聞くしかなくなっちゃうね。当然、じゃあ手術どうしようっていうところです。そうするとやっぱりね、もうビクビクしちゃうよね。私だってですよ、こんな服着てますけど、実際患者さんとして病院行ってね、先生方に囲まれてはいってやったらすごく緊張するしね、なんか言われてね、なんか取りましょうってそれはびっくりして怖くなっちゃうかもしれない。でも子宮筋腫に関して言えばね、このテリトリーがありますからね、そういう話になるんだけど、大事なことはですね、まずそこの弱者の状態ですごく専門的な、結論的なね、子宮取ります筋腫取りますっていうところのギャップが大きすぎるわけですよね。でそれをあと問題なのはね、もうビビってるっていうのはもうここですよね、ハートここでビビっちゃってるね。本当はでもそれって良くないのよ、ね、ビビっちゃうとそれはもうその原始感情、ね、恐怖とか恐れとか交感神経上がります。これ筋腫持って悪化させますからね。自分でもさらに悪くしてるようなもんですからダメなのよ、自然で良くしたい場合ね。でだからそれはじゃあどういうふうに考えたらいいかっていうと、基本的にはまず子宮筋腫っていうものに対して何ができるか、できなかったらどうするか、ね、できるんだったらこうするかっていうところをしっかり分けてね、冷静に考えていただく必要があるんです。一回それをまずここ使わない、ハート使わない、ビビっちゃうからね、まずはその頭使うね、知識というかね、でそれを戦略というか手段ですよね。それで例えばその手段ね、どうしたらいいかどうしたらいいかね、治療計画じゃないけどそういう風にしてね、やっていけばいいんだけどね、それをここの状態で弱いこのマインドでビビった状態で判断なんかできますか？できないでしょ。もうビビっちゃって怖いんだもん。やっぱりこれ取んなきゃダメかな、やっぱり治んなかったらどうしようかなって、そんな話になっちゃうんだから、どうせね。だったらね、どうしてももし自然に良くする場合だよ、手術を選ばないで、ここの問題はもうやめてくれって話なんだから、もうそんなのはもうある意味良くないね。だからこういう本当は動画撮ってるわけだけど、じゃあどうしたらいいかっていうと、基本的にその戦略っていうことをね、しっかり、理解していただく、理解しなくても知っていただくね。で僕よくお客様に言うんですよ。でそれでこうやって話して、こういうやってこうやってやりますよ、こういうのがありますよって、それを言われたことをノートに書き出してくださいって言います。箇条書きね。例えばまずうちの場合で言ったら漢方を飲んでみる。まずじゃあ自然に良くするわけだから、筋腫の
悪化させている原因とその経過ね、これは体の体質の問題、原因はご自身の生活習慣とかの問題、そこをしっかりコントロールしないと、今や、ね、病院でこう言われているのは結果の除去ですから、結果に対するコントロール、逆に病院でその近視を見る方たちは基本的に原因とか経過の話はあんまり概念としてないのでね、ご案内はないはずですから、多分ね、分かんないけど、もし例があったらごめんなさい。そういうところでケアが足りない場合はね、まずその原因と経過っていうところに向き合っていただくことに全神経を集中してほしい。まずそれで、例えば食生活の話、ストレスの話、経過で言ったら漢方をこう飲んで、うちだったらね、漢方を飲んでって、どれくらい様子を見るかっていうところの話、それからそういうスタートをしてやっていく話ですよ。で、まずそれだったら漢方を飲む、生活習慣をこう変える、原因をこうに変える、ストレスはこう良くない、こうやって書くわけじゃない。それでもダメな場合も想定できるよね。何でも完璧なものはないですから。そうしたら、じゃあ今度こういう手術をもうこれでダメだったんだから、もうしょうがないわ、手術受け入れる、諦めて理解してね、もうお医者さんは任せします、じゃあこういうふうに切るっていうか手術を選ぶ、あるいはなんか治療ホルモン剤なりねやる。それで結局外に書き出してさ、で書き出した以上はもう例えばノートかなんかに書いておいて、もうそれ閉じて置いとけばいいね、どっかしまってね。それいちいちこう自分のここで覚えてちゃダメ。手術しなきゃダメかしらなんてまた思い出しちゃうから、一回もうそうやって自分を騙すつもりでもいいからペタッと閉じてしっかり保存する。何かあって怖くなったらそれ見る。そうか、こういう手段があるか、よし、じゃあ次これ行こう。それだけでいい。それここ使っちゃダメよ。もう むしろこういうところね、ご主人と相談したり、パートナーさんとご相談したりとかしてね、一緒にこう歩調を歩めてくれる、その人のことを考えている人と一緒に意見共有しながら冷静に考えていけばいいわけですよ。で、じゃあ例えばその病院のところでもどういうふうな手術をしてくれるところを選べばいい。いや、あるところでは子宮全摘だけど、あるところでは部分切除で見ていいかもしれない。あるところではなんか回復するけど、あるところでは回復しなくていいところもあるかもしれないわけですよね。お医者さんによってもやっぱり特徴がありますからね。ある病院だったら30センチの子宮筋腫を腹腔鏡で切ったっていう話も伺ったことがあります。もうどんな大きなところでも腹腔鏡のすごい先生はそれでやっちゃうとか、そういう方もいらっしゃるみたいですからね。すごく大きくてそういうような手段を選ばざるを得ないときは、そうやって必要最小限の手術でできるようなところを探すというところにこう知恵を絞っていけばいいわけで、そういうふうななんていうのかな、ところを労力としてかけていけばいいわけですよね。迷った心であれこれ判断しようとどうせ多分できないからね。で、それ自体は否定しないけどね、もし自分でね解決したいっていう時はなるべくそういうふうなモードにならないで、その心配するエネルギーを生活習慣の改善とか、なんかこう漢方治療でも継続していく医師だとかね、そういうふうなところに振り返っちゃえばいいんですよね。そもそも人の持ってるエネルギーってのはみんな一緒ですからね。それを不安に使うのか努力に使うのかね、その違いだけです。質を変えるね、それはあなた次第でございますね。だから難しく考えちゃいかんよってね、もうアホになってとかさ、そういうこと言うんだけど、そういう話なんですよね。もうこういう心弱った気持ちで恐怖でどうしようでもそれはもうダメよね。だから僕もね、全てを網羅できただけもちろん当たり前だけどないわけだけどね、一般的なやり方として子宮筋腫はもう病気じゃないっていうふうに考えちゃった方がいいんじゃないかなっていうふうなぐらい思っております。そうしてしまうと、もう病気というところの概念で治さなきゃ、小さくしなきゃ、こうしなきゃ、ああしなきゃっていうのが変な義務感が出てきちゃうんだけど、基本的に生活習慣の乱れね、ストレス、口から入るもの、あとはその体そのように体の悪い状況に、形成されて筋腫が悪くなるわけだから、病気っていう風に考えちゃうとなんかその病気に向かわなきゃいけない。そうじゃなくて、本当の本質的にはその生活習慣に問題があるんだったら、ちょっとこの話は忘れてこっちの改善だけ意識してるばいいじゃんね。それがそこそこやって、あとはこういうところも継続していけばいいじゃないですか。経過の問題、体の中の問題、そうすれば結果っていうのはね、出てるのは当たり前なんですよ。普通に絶対って言ったら怒られちゃう。普通に出るわけです。ただその結果が小さくなるっていうことだけに条件にしちゃうから、なんか余計おかしくなっちゃうこともあるわけですよ、ね。まずはその成果が出るのはどういうかって言ったら、成長しないとかさ、ね、柔らかくなるとかさ、ね、その次小さくなるですよ、ね。ただ小さくなるだけ追っかけてっちゃうとさ、なんか実は落とし穴だったり気がするんですよね。で、その成長しない、もしくは柔らかくなるっていうところだけでも子宮筋腫の諸症状は改善できるわけですね。子宮筋腫があるからダメなんだじゃなくて、あってもいいんですね、大体もう40代の3割はそこら持ってるわけだ。小さい筋腫も含めればね。だから私だけ異常ということでは決してないんですよね。だからそういうふうにちょっと気持ちをね、少しテンションを下げて
悪い意味でのねテンションが高いものは下げていただいて、心配だったら書き出して戦略で、ダメだった時はっていう心配、どうしても心配な時は見てパッと納得して、でまた閉じて、またその日常に戻るね、そんなようなつもりでねやっていけばいいと思いますよね。やっぱり当然子宮筋腫っていうものは自分の細胞だから一朝一夕で治るもんじゃない、その短期間でね良くなるもんじゃないんですよ。本質的なまでにね、ちょっと改善は早くできるもんだけど、本質的に本当に良くなるっていうのはやっぱそれなりに時間がかかるもんですからね。当然その中でも波もあるし、長丁場になることが多いですね。だからこそそのビクビクしたビビってる恐怖感をね持ってちゃダメね。うちのお客様で言えば、例えばある程度続けてればそれも分かってもらえることが多いんだけどね、とにかく治る前っていうのはねビビっちゃってる人が多いんで、まずそういうところを知っていただけるといいかなと思いました。ちょっと今日は当てのないお話ではございましたが、子宮筋腫にビビるなっていうところでね、お話しさせていただきました。本日もご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押してくださいね。誠にありがとうございました。失礼します。